最近、日本人のルーツを探るような、遺伝子のニュースをよく見かけるわね。ああ、DNA 解析技術の進歩によって、古代の歴史が次々と解明されているんだぜ。今回は現代と古代の Y 染色体を分析し、アジアの父系遺伝の歴史を解説するぜ。東アジア人の起源や移住の経路など、複雑な歴史を解き明かした研究論文だ。Y 染色体って、男性から男性へと、代々受け継がれる特別な遺伝子のことね。その通りだ。父系の祖先をたどるのに、非常に強力で最適なツールになるんだぜ。Y 染色体の変異を詳しく調べることで、人類がどう移動したかがわかるんだ。アフリカで誕生した初期の人類から、どのように世界中へ広がっていったかだ。私たちの祖先が歩んできた壮大な旅路が、遺伝子にしっかりと刻まれているのね。今回の研究は、今までになく大規模で、かつ高解像度のデータを使っているぜ。早速、その画期的な研究の中身について、詳しく掘り下げて解説していくとするぜ。日本人のルーツにも関わる話だから、すごくワクワクするわ。よろしくね。今回紹介するこの画期的な研究では、膨大な数のゲノム配列を分析している。新たに解読された1045人の現代人と、977人の古代人のゲノムを統合したんだ。これらを合わせて高解像度の Y 染色体系統樹を構築することに成功した。約2000人分もの DNA データを比較するなんて、なんだか気が遠くなるような作業ね。しかも、これまでデータが不足していた、少数民族などのデータも豊富に含まれる。例えば、中国南西部やチベット高原など、言語や文化が多様な地域のデータだぜ。これにより、今まで見過ごされてきた、古くて珍しい系統の詳細が判明したんだ。データが増えたことで、今まで見えなかった、歴史の空白部分が埋まってきたのね。特に注目すべきは、F 系統や N 系統といった、謎の多かった系統の動きが終えたことだ。構築された系統樹の根元をたどっていくと、アフリカの古い系統にたどり着くんだぜ。約9万5千年前にアフリカの系統から、非アフリカ系の系統が分岐したと推測される。約10万年も前の出来事がわかるなんて、遺伝子の記録って本当にタイムマシンね。その後、約7万年前と約5万年前の2回、アフリカを出た人類に大きな分岐が起きた。この初期の深い分岐によって生まれたのが、アジアの歴史で重要な C、D、F 系統だぜ。彼らはその後、非常に長い期間にわたって、人口が停滞するボトルネックを経験した。アフリカを出たばかりの頃は過酷で、なかなか人口が増えなかったのね。この初期の系統である C、D、F 系統は、旧石器時代の東アジアに早くから到達した。特にヒマラヤ南部からの人口移動などが、アジア初期の定住に大きく寄与しているぜ。中でも C 系統のサブグループの多くは、東アジア人の祖先に大きな影響を与えた。ヒマラヤの南を通って東アジアにまで、はるばる歩いてやってきたということね。ああ、C 系統はユーラシアに広く分布し、古代のヨーロッパ人からも見つかっている。しかし、現在のヨーロッパでは途絶えており、過去に遺伝子の大きな入れ替わりがあった。今では主に東ユーラシアやオセアニアに、この C 系統の遺伝子が残っているんだぜ。昔は世界中に広がっていたのに、今は限られた地域にしか残っていないのね。そしてもう一つ、非常に古い歴史を持つのが、次に詳しく解説する D 系統、なんだぜ。D 系統に関連する遺伝子を持つ祖先集団は、南部の移動ルートを通って定住したんだ。東アジアに定住した最も初期の人々として、その後の歴史に大きな足跡を残しているぜ。南のルートを通ってきた初期の人々が、今の私たちにも繋がっているのかしら。そうだ。ユーラシア大陸東部の辺境地域には、初期アジア人の祖先系統が生き残っている。アンダマン諸島のウンゲ族や高地のチベット人、そして日本人に見られる D サブ系統がそれだ。日本は東アジアの中でも、旧石器時代からの最も古い系統が色濃く受け継がれているんだ。島国だからこそ、大陸での入れ替わりを免れて、古い遺伝子がそのまま残ったのね。さらに古代 DNA の分析によって、沿岸部における集団のつながりも判明した。日本や中国の福建省、そしてベトナムで、沿岸部の遺伝的なつながりが確認されたぜ。これにより、海沿いを移動した人々のネットワークが、かなり広範囲に存在していたことがわかるんだ。ベトナムから福建省、そして日本まで、海を通じた古いつながりがあったなんて驚きね。C 系統や D 系統といったこれらの古い系統は、新石器時代以前を通じて非常に安定していた。農耕が始まる前の狩猟採集の時代において、初期集団の定住に大きく貢献したとされている。特に青海やチベット高原、オーストラリア、そして日本における定住の基礎を作ったんだ。農耕が始まるずっと前の時代から、過酷な環境を生き抜いてきた強い遺伝子ね。彼らは人口を爆発的に増やすことはなかったが、環境に適応しながら辺境の地で生き延びた。
これが現在のチベットや日本に、特異な遺伝的多様性をもたらしているんだぜ。大陸の主要な地域では農耕民に置き換わったが、周辺部ではその命脈を保ち続けたというわけだ。激しい歴史の波を乗り越えてきた、とても貴重な生きた化石のような存在ね。次は、同じく古くて珍しい F 系統についてだ。これも初期のアジアの歴史を探る重要な鍵だぜ。ユーラシア東部の古代 DNA が不足している中で、この F 系統は深い不景の歴史を教えてくれる。今回の研究では132人という、過去最大規模の F 系統のデータを分析したんだ。珍しい系統なのに、そんなにたくさんのデータを集めることができたのね。この F 系統の分布を詳しく調べてみると、主に中国南部や東南アジアに集中している。さらに F 系統は、海岸沿いを進んだグループと、内陸部を進んだグループの2つに分かれるんだ。F1 系統は主に広東省などの沿岸部に集中し、F2 系統は雲南省などの内陸部に集中している。同じ祖先から分かれて、一方は海沿いを、もう一方は山や森の中を進んでいったのね。この明確な地理的な分布の違いは、二つの異なる移動ルートがあった証拠だぜ。つまり、中国南部と東南アジアを結ぶ定住には、内陸ルートと沿岸ルートの両方が寄与している。当時の海水面が低かったことも影響しており、多様な経路で人々が行き来していたと推測される。東南アジアと東アジアは、海と陸の両方で深く結びついて交流していたということね。この F 系統も、新石器時代の拡大期が来るまでは、長期間にわたって小さな人口規模を維持していた。狩猟採集を中心とした生活様式だったため、人口が爆発的に増えることはなかったんだ。しかし、中期の新石器時代に入ると、わずかながら人口拡大の兆しを見せているぜ。長い忍耐の時期を経て、少しずつ環境や生活の変化に適応していったのね。さて、ここから歴史は大きく転換するぜ。東アジアに革命をもたらした農耕の開始、だ。新石器時代にキビや稲の農耕が始まったことで、特定の系統の急速な多様化と人口拡大が起きた。その恩恵を最も受けて爆発的に広がったのが、現在の東アジアの主流である O 系統、なんだ。食べ物が安定して手に入るようになると、人口の増え方が劇的に変わるのね。今回の現代人のサンプルのうち、なんと約 45.4% がこの O 系統に属している。O 系統は大きく O1 と O2 に分かれており、約3万4000年前に分岐したと推定されているぜ。これら2つの系統は、その後全く異なる農耕文化と結びついて発展していくことになる。同じ O 系統でも、育てる作物が違ったせいで、全く違う歴史を歩むことになったのね。まず、O1 系統は、主に中国南部に起源を持ち、長江流域の稲作農耕民と強い結びつきがある。一方の O2 系統は中国北部に多く分布し、黄河流域の吉備農耕民に主に見られる系統だ。気候や環境の違いが生存戦略の違いを生み、それぞれの系統の人口拡大を後押ししたんだぜ。北は吉備、南は稲作という役割分担が、遺伝子の分布にもはっきり現れているのね。吉備農耕に関連する O2 系統の拡大は、稲作の O1 系統よりも早い時期に始まっている。慣新世の初期における急激な気温の上昇が、農耕の発展と人口拡大のタイミングと一致する。つまり、気候変動が農耕という革新を促し、不景遺伝子の爆発的な拡大を引き起こしたんだ。暖かくなったことで農業がしやすくなり、それが遺伝子の歴史まで変えてしまったのね。続いては、農耕と狩猟採集の狭間で揺れ動いた、非常に興味深い N 系統について解説するぜ。N 系統の歴史を見ると、生存戦略の違いが、集団の移動経路に大きな影響を与えているんだ。N 系統は大きく N1 と N2 に分かれるが、現代人の多くは N1 系統のサブグループに属する。狩猟と農耕のスタイルで分かれたってことは、かなり広範囲に散らばっていそうね。その通りだ。N1 系統は約2万年前に、N1A と N1B の2つの大きなグループに分岐した。N1A 系統は主に狩猟採集や遊牧の生活を選び、シベリアや北ヨーロッパなどへ広く拡大した。ヤクート人やフィンランド人など、西ユーラシアの集団にもこの N1A 系統が多く見られるんだぜ。寒いシベリアからフィンランドの方まで、遊牧しながら移動していったグループなのね。一方の N1B 系統は、農耕民としての道を選び、全く違う南の方向へと移動していったんだ。チベット、ビルマ語派に関連する南下ルートを通り、現在の中国西南部などに多く分布しているぜ。このように、同じ祖先から分かれた系統でも、農業か狩猟かで、拡大ルートが完全に分かれた。生き残るための戦略の違いが、東アジアと北欧という決定的な差を生んだのね。さらに N1B 系統の中でも、古代 DNA の分析から海岸沿いと内陸の2つのグループが確認された。N1B1 は中国東部の沿岸部でよく見られたが、現代の山東半島などでは途絶えてしまっている。
一方、内陸を進んだ N1B2 はチベット高原や西南部に定住し、現代まで系統を維持している。沿岸部では他の集団との入れ替わりが激しくて、系統が途絶えてしまうこともあったのね。結論として、東アジアにおける父系遺伝の歴史は、単純な一つの移動ルートでは説明できないんだ。旧石器時代における初期系統の深い分岐と、それに伴う長期的な人口停滞の時代があった。そして新石器時代の農業発展に伴い、特定の系統が爆発的かつ急速に人口を拡大した。停滞と爆発の繰り返しが、今の私たちにつながる複雑で多様な遺伝子プールを作り上げたのね。古い系統である D 系統が日本やチベットで生き残り、O 系統が農耕とともに大陸全体を席巻していった。今回の大規模な Y 染色体ゲノムの分析によって、その複雑な移住のパズルが一つに繋がったんだぜ。人類の生存戦略や気候変動が遺伝子に与えた影響は、今後もさらに詳しく解明されていくだろうな。遺伝子に刻まれた人類の壮大なサバイバル史、とっても面白くて勉強になったわ。今回の解説はここまでだ。現代と古代の DNA が語る、ロマンあふれる歴史を楽しんでもらえたら嬉しいぜ。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。この動画が少しでも良いと思ったら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。皆さんのコメントもお待ちしています。それでは、また次の動画でお会いしましょう。